今回は、リールのラインシステム作りの中でこのスクラムというこの細い糸の中にリールのラインを通していくという作業を説明しながらお見せしていこうと思います。でこのスクラムの目的というのはあくまでまずメインラインに指をかけて投げるのでラインの毛羽立ちを抑えて強度が落ちることを避ける。2番目、キャストした時のエアノットができたりとかのトラブルを防ぐ。最後は、魚がね長いので魚のヒレに当たってラインが切れることを少しでも防ぎたいというこの3つの目的でこのシステムを使っています。で使うのはこれ、僕がこれ自分でオリジナルで作ってるんですけど、この形状記憶ワイヤー、この細いワイヤーを使ってスクラムというこの細い糸の中にこのワイヤーをずんずんとこう通していって、でそれから、一定の長さのところでラインから出して、今度は出したところからリールの糸を引っ掛けてまたこの中を戻って帰ってきて、この細い糸の中にリールの糸が通っていくというそんなシステムをこれから作っていきます。目的はもう本来リールに巻いてある糸をさらに強く保護するための目的です。それでは説明しながら作っていこうと思います。準備してもらうのは、順番にまず切れ味のいいペンチ、それから、このスクラムを通すためのワイヤーで、このワイヤーなんですけど、僕は形状記憶ワイヤーというものを買ってきて、でそれをこう2つ折りにしてこの結構長いタイプの、ワイヤーを用意してます。それから、最初に、スクラムに、このワイヤーを通しやすくするための普通の針、それから、これスクラム、今日は250ポンドをリーダーにするので、PE の12号用ということでスクラムの10号、そして、リーダーは250ポンド、その後に、最後 FG ノットを作るためのノットスティックを、準備しています。まずはこの10号のスクラム、こちらをだいたいこれ12号用で魚が大きいという前提で、これで1広だいたい 1.3 メーターぐらいかなに、もうあとどうだろう20センチぐらいで 1.5 メーターぐらい出したところでまず切ります。で、この切ったところですね、この切った切れ端の中に少しこのワイヤーが中を通りやすくするために、この裁縫針で少しガイドをするようなつもりで穴を開けます。はい、この状態です。だいたいこうほんの5ミリから1センチぐらい針がこうと入ればいいので、この状態ですね。ここまで入れたところで針を抜き、そこにこのワイヤー2つ折りになっているワイヤーを差し込んでいきます。はい、ギュッと強く押してあげると、はい、もうここまで入ってます。これを押していくと、はい、もうここですね。どんどん入っていきます。このスクラムがこう上に向いてたり横に向いてたりすると、この横からワイヤーが飛び出てくるので、なるべくならスクラムが入れてる方向と同じ方向にこうラインが伸びてる状態で押してあげると、ワイヤーが途中で横から顔が出ないように、ここだけ注意をしてください。で焦らずに少しずつこう入れていけばどんどん通っていきます。で今回はこれね、今10号のスクラムなので割とこう通すのが難しくないんですけど、メインラインが5号とか6号の時はこのスクラムの穴も小さくってなかなか入れていくのがね繊細な作業になるんですけど、でも魚がいざかかった時のこの強度とかね、やっぱり安心度が違うので、ここは焦ってやらずに慎重にやっていくのが大切です。で例えばスクラムを
ねこう通してそこでリーダーをつけるなっていう作業を船の上ではとてもじゃないけどやってられないことになるので、もうこのスクラムを通してショックリーダーをもう結んだ状態のものを予備のスプールとして持っていくことが一番正解です。だいぶ通ってきましたね。余談だけどね、これを公開するのもなんか勇気がいるというかね、こんなことやってんだって思われることもあると思うんだけど、でもそういったねこう一つのチャレンジとか試行錯誤が繰り返されてよりいいものが出来上がっていくと思うんで、現時点での僕のやり方は今これでやってますっていうのをね、恥ずかしいけどちょっと皆さんには知ってもらおうと思って。で、今度は出すところですね。出すところはだいたい僕は最後仮止めをしなければいけないので、このスクラムを最後ワイヤーを出すところ、この上からだいたいどうだろう6センチぐらいかなを余らした状態のところから抜くようにしてます。これをちょっと曲げてあげるとね、すぐこう顔出すので、よいしょよいしょと。はい、ここでワイヤーが顔出しました。今度はこの顔出したワイヤーのこの輪っかの中、この中にリールから来ている12号のメインライン、これを、中を通してあげて引っ掛けます。はい、この状態ですね。これもだいたい3センチ4センチぐらい多分通しておけば抜けることはないので、この状態で今度はこのワイヤーを出したところに戻していきます。はい、この中によっ、はい、少し入りました。ここから長い今度は逆の旅が始まります。はい、よっ、よっしゃ、はい、だんだんと入っていきます。こううっすら見えてますよね、ここにね。これはもう少しずつ戻していきます。少しずつ中を通していくように。はい、ここをこう最後焦らずにゆっくりと、はい、P ラインを出てきましたね、これ。でこの P ラインを少し長めに20センチぐらいは出したところで、このスクラムのエンドを一旦持って後ろをピューッとね、なみなみにブカブカになっているものをリーダーと同じようにぴったりとなるように引っ張って後ろに下げていきます。はい、今これでここがスクラムを仮止めするところ、それからこのスクラムを P ラインが通っていって、この端っこ、ここで今出てきているところです。以上で、スクラムの、作り方というのは終わりになります。次回はこの、スクラムを通したラインでショックリーダーと結ぶ F 字ノットを紹介しようと思います。まだ今まで一度も切れたことがないラインシステムなので楽しみにしていてください。